皆さんこんにちは、乾物干物です。更新が大変遅れてしまい申し訳ございません。ライブ 2D の仕事が修羅場で死んでおりました。前回の動画、保存版プロが高可動域ライブ 2D モデルの作り方を一から教えます。1、ラフ、線画、パーツ分け編をご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、投稿直後から再生数と登録者数がとんでもない勢いで伸びていて本当にびっくりしています。おかげさまで登録者数5万人、そして前回の動画が10万再生を突破いたしました。たくさんの方に見ていただけて嬉しいです。まだ見ていない方は概要欄に URL を載せるので、ぜひそちらから見てください。前回の動画で質問があったらコメントをお願いしますといったところ、たくさんのご質問をいただきました。この動画の最後にまとめてお答えさせていただきますので、よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。今回は着彩過程を紹介していきたいと思いますが、どちらかというとライブ 2D よりイラストの解説がメインになると思います。しかし、こんな風に塗った方がライブ 2D で動かした時に見栄えが良くなるという方向性でお話ししますので、パーツ分けや塗り足しなどで迷った時には参考になるんじゃないかなと思います。それでは早速前回の続きから解説していきたいと思います。まずは瞳から塗ります。ラフからスポイトで色を取って影をつけていきます。後で修正しやすいようにベースと影のレイヤーは分けますが、レイヤー数がとんでもないことになるので、重くなってしまったら適宜結合してください。今回はリアル寄りの瞳なので、白目は球体を意識して目の下側にも影をつけました。うまく瞳孔が中心に来るように対称定規を使いながら塗っていきます。普段はここまで厳密に左右対称にさせる必要はないのですが、こうした方がモデリングしやすいので今回は気を使っています。ただし、ハイライトや反射光などは左右対称ではなく、左右同じ方向を向くようにします。光源の位置は変わらないからです。隠れている瞳孔部分も塗りますが、ここは上を向いたり目線を下に下げた時に見えるので、影一色より反射光などのニュアンスを入れてあげた方が動いた時に見た目が良くなります。影入れの際はかなり色が濁っていますが、加工で鮮やかにするので気にしないでおきます。ハイライトを加算レイヤーで入れていきます。フォトショップは通常の加算レイヤーだと色が濁るので一工夫必要なのですが、その辺の説明は大昔に投稿したメイキング干物流瞳の描き方大公開で詳しく説明しているので、気になる方は見ていただけると嬉しいです。瞳を整えつつクマにも色を足していきます。厳密にはクマというより涙袋のような表現にしているのですが、純粋なクマを描くと老けているように見えてしまうため、今回はこのようなデザインにしました。これも今流行りの描き方だったりします。全体的に同じ色だとのっぺりしてしまうので、くすんだピンクを目の下に重ねた後、瞳孔の真下あたり一番膨らんでいる部分の色を消しゴムで削って薄くしています。この辺の処理はベタ塗りの時にやってしまいました。このままだと目にメリハリが足りなかったので、定山で濃い色をまつげの影として落とします。ちなみにライブ 2D では通常のほか、定山と加算の2つのレイヤー合成モードが選べます。白目と下まつげの際、そして涙袋の一番膨らんでいる部分に加算でハイライトを入れます。女性の方はメイクの時にハイライトを入れる気分で描くと分かりやすいかもしれないです。さらに瞳レイヤーの上から大きめブラシで加算ハイライトを足します。ここまで説明した瞳の影、涙袋と目の際のハイライト、そして瞳の全体的なハイライト、これらは全て個別のパーツとして読み込みます。前パートで紹介したパーツに追加する感じです。個別パーツにすることで影とハイライトに干渉しないで瞳を動かすことができます。内部の塗りができてきたらまつげの色を塗っていきます。線画の透明度をロックして直接書き込みます。さらにアイラインを引くように濃いピンクを入れ、目尻をぼかします。立体感が出ましたね。二重の線の際にも色を入れて立体感を足していきます。膨らんでいる部分とへこんでいる部分をよく考えて、どちら側に影を入れるか考えると立体的に見えます。二重の線画の色を変えます。明るめにすると肌と馴染みます。二重とまつげの間に立体感が足らない気がしたので、定山で影を、加算でハイライトを追加しています。もちろん個別パーツです。
この時はウキウキで描いていましたが、今考えるとなかなか恐ろしいことしていますね。一体瞳だけで何パーツになるんだって話ですよね。原画からモデリングまで自分でやるから無茶ができるのであって、イラストレーターさんにこれぐらい分けてくださいって言ったり、モデラーさんにこんだけ分けましたって渡したりすると多分びっくりされるので、あんまりおすすめはしないです。さすがに瞳のサイドが足らない気がしたので、調整レイヤーでいじりました。調整レイヤーはライブ 2D では読み込めないので、最後にちゃんと結合しましょう。忘れがちな涙袋を描きます。ファンアート等でもついつい忘れるパーツですね。気をつけましょう。ようやく瞳が一段落したので鼻を塗ります。ハイライトを個別パーツで作ります。ちなみに鼻のハイライトは通常レイヤーで作っています。鼻を光らせすぎるとテカってしまうので、ハイライトは適宜使い分けましょう。輪郭は鉄板の塗り方があって、線画の内側を薄く影色でなぞる。これだけです。めっちゃ物足りなく見えると思いますが、後で別パーツで前髪の影を足すといい感じに見えるので、これで大丈夫です。口はモデラーさんによって閉じた口から作る人と開けた口から作る人がいると思いますが、私は閉じた口派です。なぜならアートメッシュの使い回しができるからです。なんのこっちゃという人は後々の動画まで待ってください。まず閉じた口に普通に影を塗ります。唇の影も別パーツで作ります。そして別レイヤーで口のガイドを作ります。作りたいガイドはあ、い、う、お、つまり母音、それから口角を上げ切った口と下げ切った口、下がらないの合計7種類です。海外勢は母音の種類が違うと思いますが、多分同じように作れば綺麗にリップシンクできると思います。これらのガイドはモデル完成時には表示しないので、黒い線画のままで大丈夫です。この工程は別になくてもいいのですが、あるとモデリングの時に超楽なのでやってます。たまにイラストレーターさんが頼んでないのにこのガイドを入れてくださることがあって、その度に感動します。ない場合は自分で作りますが、その場合どうしても私の絵柄の癖が出てしまいますね。校内のパーツ数は絵柄によって変わりますが、上下の歯、下、口の影くらいはあるとリッチな表現になると思います。もちろん今の私みたいにベタ塗りだけでも絵柄によっては全然ありです。歯や下のパーツを作るとき、ガイドの段階から注意しなければいけないのが、歯や下の幅はどんな口の時も変わらないということです。特に刃がある場合、こういう表現はライブ 2D でもイラストでも鉄板ですが、現実では口の形に合わせて歯や舌が縮むことはありません。もちろん絵柄としては全然ありですが、私はリアル重視でこれらのパーツの幅を変えないように作っています。ガイドができたら実際に動かす用の口内パーツを作っていきます。まず一番サイズが大きいあの口に合わせてベースの色を塗ります。今回は影色をベースにしようと思うので思いっきり暗くしました。次に上下の歯のパーツを作ります。少しはみ出して作らないと「い」の口になった時に塗り範囲が足らなくなると思います。女性キャラの場合、下の歯は見えていない場合が多いと思いますが、その時も隠れた状態で作ると「い」の口が作りやすいです。ベタ塗りが終わったら影を塗りましょう。最後に口内パーツを隠すように肌色のパーツを上下に作り、閉じた口を上下に分けたら口は完成です。肌色パーツは線画と結合してしまう方も多いと思いますが、モデリングの時に楽するために私は分けています。顔のパーツができてきましたね。次は髪の塗りに行きましょう。さて、前髪の塗りですが、パーツ一個一個個別に塗っていると発狂してしまうので、まずは全てのレイヤーの上に新規グループを作り、全体的に色を置いていきます。この時活躍するのがラフです。ラフを透明度を下げて表示して塗りの参考にします。普段は影色から塗りますが、黒髪はもともとが暗いのでハイライトから塗っていきます。暗い髪は肌色をふわっとのせると綺麗なのでよくやるのですが、1レイヤーでは綺麗に乗らないので何レイヤーか重ねて明るくしていきます。スクリーンレイヤー、肌色で明るくして、オーバーレイレイヤー、オレンジで色をのせるという感じでしょうか。今のままだとクリッピングができず色がはみ出してしまって非常に見づらいので、髪の毛の範囲を全て選択して全体塗りのグループにマスクをかけます。Photoshop では
コントロールとシフトを押しながらレイヤーをクリックしていくと、そのレイヤーの不透明部分が選択されるので、全ての髪の毛をクリックしていくと髪の毛全体の選択範囲が作れます。球体を意識しながら髪の毛にハイライトを足していきます。左上に光源があるイメージです。ハイライトの際にオーバーレイで色味を足します。一番明るいところにさらに細かいハイライトを足します。ここまで全体的にハイライトを整えたら、作ったレイヤーをコピーしてそれぞれの紙パーツにクリッピングし、細部を整えていきます。はい、お察しの通りレイヤー数がとんでもないことになります。私はレイヤー分け大好き人間なので、ひどい時には1000レイヤーを超えてしまいます。青葉くんは800くらいでした。スペックが低いとカクカクになるので、重いと感じたら適宜レイヤーを結合してください。その時、レイヤー結合前のデータを途中経過として別名保存しておくと、後で修正したくなった時に楽です。さて、個別パーツを作る上で気をつけるポイントは、そのパーツ単体で見ても違和感がない、少ない塗り方にすることです。特に通常時見えない部分が多いパーツはどうしても雑になりがちですが、ちゃんとハイライトなどを書き足して動いた時に自然に見えるようにします。また、アホ毛の影は複数パーツにまたがって複雑に動くので、こちらもしっかりパーツを分けておきます。前髪の影が一段落したので、頬を塗ります。頬は左右でパーツを分ける方も多いと思いますが、今回は全体的にうっすらのせたかったので1パーツにしました。目の際のハイライトは左右で分けています。お次は前髪の影です。よく前髪の影が輪郭にくっついたままだったり、前髪はやたらパーツを分けているけど前髪の影は1パーツだったりするデータがあるのですが、それだとモデリングの時にめちゃくちゃ苦労します。前髪をやたら分けたなら前髪の影もやたら分けましょう。ちなみに青葉くんの着彩で実験的に取り入れた前髪影の作り方がとてもうまくいったので共有します。まず前髪のベース部分の選択範囲を取って塗りつぶします。そして光源的にはありえない表現なのですが、髪の左右に頭の膨らんだ部分が最も影が多くなるように色をつけます。なぜこんなよくわかんない塗り方をするのか。前髪の房を別々に動かすと、よく動いた時なんかにこんな感じの見え方になることがあります。この時影が平行についていると、なんだかおでこが広くてハゲたように見えてしまうんですね。でもさっきみたいな影にすると、髪の付け根部分の影が幅広くなり、髪が大きく浮き上がっている、うねっているものとして認識しやすくなるので、ハゲにくくなります。ライブツールにしか活かせない独特の塗り方ですが、すぐに真似できると思うので、ぜひやってみてください。さて、着彩はまだまだ序盤の序盤ですが、説明することが多すぎて今回はここまでとなってしまいました。1パートに収まりきらず大変申し訳ございません。続きもなるべく早く上げるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは最後に前回の動画でいただいたコメントにお答えしていきたいと思います。それでは質問コーナーです。予想以上にたくさんの質問をいただいてしまったので、全てを紹介すると時間が足りません。なので今回はいくつか厳選してお答えしたいと思います。動画で取り上げなかった質問にも個別で返信していますので、今後も何かあったらコメントよろしくお願いします。ライブ 2D の依頼は受け付けていますか？値段はいくらですか？依頼時にあるといい情報は何ですか？一番多かったのがこの質問でした。ありがとうございます。今はスケジュールがいっぱいで受付を停止しています。再開するときは Twitter でお知らせするので、よかったらフォローをお願いします。ちなみに今月に40件とか50件ぐらい依頼が来てて、でも実際に作れるのは月2体なので、再開後も全ての依頼を受けることは難しいと思います。大変申し訳ございません。お値段も昔は公開していたのですが、それで大変な思いをしたので今は非公開です。どう大変だったかというと、モデルによって制作難易度、制作時間は全然違います。さらにこの1年で私のモデリングの技術は飛躍的に上がり、モデリングにかかる時間もバカみたいに増えました。なのにお値段は一定だったので、どんどん収入が減っていって貯金がすっからかんになってしまいました。今後は実際の原画のデザインとその時の私のモデリング技術で適宜お見積もりを取りたいと思います。依頼時にあるといい情報は今度別の動画で詳しく解説します。
何のソフトで書いていますか？サイズはいくつですか？使用ソフトは Photoshop、サイズは 4242×6000 です。Procreate などのモバイルアプリでも作れますか？結論から言うと難しいと思います。なぜならここまでの動画を見てわかる通り、ライブ 2D の原画はレイヤー数が半端ないからです。モバイルアプリはどうしてもスペックの関係でレイヤー数に制限があることが多く、途中でレイヤーの追加ができなくなったり重くなったりすると思います。超簡単な原画なら可能かもしれません。動画でよく出てくるマスクってどうやるの？ライブ 2D の原画を作る上では必須とも呼べるマスク機能ですが、イラストソフトによってやり方は違います。Photoshop の場合、レイヤータブの下にあるボタンの左から3番目を押すと使えます。これを使うと実際の線画を消さずに色を削れるので、ライブ 2D の原画では重宝します。目を描くときなんかに使ったりしてましたね。線画に使ったブラシ教えて。これに関しては昔投稿した動画、線画設定説明あり、Photoshop で綺麗な線画を描く方法、メイキングで詳しく説明していますが、全部見るのは大変だと思うので、その動画についていた超わかりやすいコメントをそのまま引用します。ブラシ先端のシェイプが硬さ 50%、そしてシェイプがサイズのジッターが 0%、角度のジッターが 0% で進行方向にする、深遠率のジッターを 0% で筆圧にする、サイズのジッターを筆圧にする、最小の深遠率を 1% にする、その他不透明度のジッターを 0% で筆圧にする、インクの流量のジッターを 0% で筆圧にするです。で、この説明方法がわからない人はさっきの動画を見ていただけると嬉しいです。センター分けの前髪のパーツ分けを教えて。センター分けにもいろいろな種類があると思うんですけど、こんな感じの髪の場合は左右で分ける。そしてこんな感じの髪の場合は左右とその根本で分けるといいと思います。質問コーナーは以上です。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。